買えました。トラベルライターの家です。はい、今回の動画は、エルパトのいつもやってるエルパトの動画の香港編を撮っていこうかなと思っています。2泊3日で香港にいるんですけど、香港に来てるんですけど、香港のエルメスは5店舗かな、市内に5店舗、カオルンサイド、中国大陸とつながっているカオルンサイドに2店舗と、セントラルだったりとか、香港島の方に3店舗あります。で、あと最後空港の免税店が1店舗だから、プラス1で6店舗ですね。はい、回っていけたらなと思っています。はい、それでは早速、ハーバーシティの店舗に行ってみたいと思います。2軒目はエレメンツのモールのエルメスに行ってみたいと思います。エレメンツめちゃくちゃ久しぶりに来るんだけど、どこにあるのか全然わかんない。ちょっと一回歩いてみますね。エレメンツはカオルン駅の上にあるモールです。大きいものなんですけど、どこにあるんだろう。はい、一回探してみます。セントラルのエルメスに行ってみたいと思います。はい、買えました。行きたいね、ここ。どうしよう。まさかのバッグが買えたので、ちょっと一回ホテルに置きに帰りたいと思います。はい。
コズウェイベイのエルメス行ってきました。結構普通にディスプレイオンリー以外のアイテムも結構置いてあって、有名どころもいろいろ置いてありました。で、結構お店も3階建てで大きくて見応えありました。でそれでなんか今日もうすでに私バッグ買ってるから、確か来月までねバッグ買えないみたいな話をちらっとされたので、多分だけど1回1滞在につき、普通の店舗で買えるのは1個までなのかなっていう感じのルールなのかなっていう感じでしたね。はい、ひとまず、一通り店舗回ったので、では1回ビデオ切ります。はい、というわけで、今回は、香港のエルパトの動画なんですけど、早速開封していきたいと思います。これが領収書。じゃあ1つ目から、ちっちゃいやつツイリーを買いました。この間ハワイの動画でツイリー1本買ったのをお見せしたんですけど、それ本当に2本欲しかったんですね。っていうのがバーキンのハンドルって2つあって、その2本こうどっちも夏用に巻きたかったのでずっと探してたんですけど、これベージュだよね。これこの間買ったのと同じものなんですが、バーキンのハンドル用にバンダナのツイリーを追加で購入しました。これね、ちょうどハワイだともうラスト1点で2本買えなかったので、ちょうどいいタイミングで買えてよかったです。はい、これがまず1点目で、もう1個がはいで、これがこれも探してたものなんですけど、ケリーベルトのエトゥープのゴールドを持ってるんですけど、シルバーが欲しくて、聞いたらあるよということだったので、シルバーの、はい、金具、シルバー金具のエトゥープのケリーベルトを買いました。これでとりあえず、探してたケリーベルトは全部手に入ったかな。ケリーベルトも結構日本だと在庫ないっていうことが。で、大物。で、今回買えたバッグが、なんか箱がいつもと違う気がする。はい、こちらです。早速開封していきたいと思います。これがずっと探してたバッグなんですけど、すごいなんか緩衝材が大量になってる。ピコタンの、はい、こんな感じになってます。色がクレなんですけど、私ずっとナタのピコタンを探してたんですけど、ナタって結構なかなかなくてですね。で、クレかベトンでもいいかなって思ってたんですけど、どうしても金具がゴールドっていうところだけ、ここだけ譲れなくて、あとサイズが18っていうのだけは譲れなくて、ずっと探してたんですけど、今回すんなりナタはないんだけどクレだったらあるよみたいな感じで出してもらいまして、念願の白ピコ
白のピコタンをゲットすることができました。クレのバッグって初めてなんですけど、結構お上品な色でかなり一目惚れに近い形で購入しました。もともとナタってもうちょっとなんて言うんだろう、もうちょっと黄色っぽい色で、クレの方がベージュに近いのかな。でベトンはもうちょっとグレーに近い色で、バーキンがベトンで、ベトンも可愛いなと思ってたんですけど、まさかのクレのピコタンをゲットすることができました。今回本当は、他にもオファーしていただいたバッグがあったんですけど、かなりビビッドカラーのバーキンだったりとか、ケリーだと、ケリーエランの何色だったっけな、グレーっぽい色の、オファーもいただいたりとか、あとはそうですね、結構いろいろありました。ケリーエランはすごい可愛かったんですけど、ちょっと私には薄いというか小さいなと思ったので、小さいというかあんまり入らなそうだったんですね。この結構薄くてバッグ自体が。で、話聞いてるとピコタンの、クレだったらあるっていう話だったので、ずっと白のピコタン探してたんですけど、もうずっと探してたので、もうそろそろ終わりにしたいなと思って今回ちょっと SA さんもすごいいい方だったので、せっかくだったらと思って、白のピコタンを買いました。クレですね。はい。購入品の紹介はこの3点だけです。で、値段が、そうですね、値段ですよね、問題は。ケリーベルトが、9700香港ドル。で、ツイリーが2000香港ドル。で、ピコタンの18の、革がトリオンクレマンスのクレが、28200香港ドルです。で、香港はタックスがないので、このままの値段が、適用されて免税もないっていう感じかなになっています。はい。で、購入品の紹介は以上なんですけど、香港のエルメスどんな感じだったかっていうのをまたいつも通り簡単にレポートしていけたらなと思っています。香港のエルメスは、動画の最初でもちょろっとお話ししたんですけど、市内に5店舗あります。中国大陸とつながってる方の、カオルン側に2軒あります。チムサーチョイのハーバーシティとエレメンツっていうモールの中に、入っています。香港島側、ビクトリアハーバーを渡った香港島側には、3店舗あって、セントラルの、旗艦店っていうのかな、もう路面店みたいになってる、大きい店舗、3階建てかな ?2 階建てかな、ちょっと大きめの店舗が1個あって、それがまず1店舗目。で、2店舗目がアドミラリティの駅の、パシフィックプレイスっていうモールの中に入っているのが1店舗。で、もう1店舗がコーズウェイベイ。なんかね、モールに入ってるんですよね。コーズウェイベイは、リーガーデンっていうのかなっていう、なんかね、結構高級ブランドがいっぱい入ってるモールというかちっちゃいモールみたいなとこに入ってました。で、ここも意外と大きくて3階建てだったかな。モールの中なんだけど3階建てになってる結構大きな店舗でした。あと今から今日帰るんですけど、空港にも1店舗あるので、そこも最後ちょっとだけ見てから帰ろうかなと思っています。実際じゃあどんなものが置いてたか、どんな風にオファーされたかっていう話なんですけど、いつも通りなんですけど、在庫が何あったかっていうのってもう本当にその日、同じ日に行っても変わっちゃうぐらいなので、参考程度に聞いてください。ハーバーシティのエルメスは、普通に買えたのがシェーヌ・ダンクルの、なんて言うんだろう、バッグみたいな、こういう斜め掛けにするバッグかなの、なんかモコモコした素材のものが普通にフリーで置いてありました。布のピコタンでストライプのデザインになってる新しいものが、普通にフリーで買えますということで置いてありました。あとはナタのアリゲーターの、クロコですね。だからクロコの、コンスタンスミニも普通に買えるものとして展示してありました。あとはネオエブリンだったりとか、でもちょっと大きいネオエブリンだったかな。だったりとか、普通に買えるものもディスプレイオンリー以外に棚に置いてあって、他に欲しいものがあったら、ちょっと聞いてねっていう感じだったかなと
で次エレメンツのエルメスに、行ったんですけど、エレメンツのエルメスは、普通にガーデンパーティー見てる人だったりとかいましたし、あとはピコタンの、18のゴールドだったらシルバー金具だったらあるんだけどっていう話だったんですけど、私はどうしても白が良かったのでその時はお断りしました。であとはコンビニだったら、ローズ系の色かな、ピンク系のコンビニも出せるよっていう風に言われたんですけど、ちょっと私はコンスタンスミニはもうすでにパリの、エルメスでエトゥープのものを買ってるので、コンスタンスミニはもし次買うんだったら白系がいいかなと思ってるので、それもちょっと私には違うかなと思ったのでお断りしました。であとは下駄の、白とベージュっていうのかな、多分エトゥープかなとかも普通に展示で置いてあって買えるものとして、はいそういうアイテムもちょこちょこ置いてました。でセントラルのエルメスは、インザループだったりとか、あとはまあ普通に下駄の白と、エトゥープも置いてあったし、ハーバーシティで見たストライプ柄の布のピコタンだったりとかも普通に買えるものとして置いてありました。でちょっとレアだなと思ったのがポシェットバーキンのシャドウっていうのかな、ちょっと写真出しておくんですけど、クラッチバッグみたいな感じなんですけど、結構かっこよかったのでちょっと迷ったんですけど、使い道があんまりパーティーとか行かないので、多分パーティーとか行く人だとかっこよく使えるのかなと思いつつ今回は見送りました。で色がね白とかだったらいいなと思ったんですけど、ちょっと濃いめのグレーかなだったので、レアなものだったのでちょっと見て満足したっていう感じかな。はい、そこら辺かな。フリーで買えたのはそれぐらいかな。あと次、パシフィックプレイスのエルメスに、その後行ったんですけど、レディースは、結構ディスプレイオンリーがほとんどでした。でパシフィックプレイスはメンズは、何個か、普通に置いてあるものもあったんですけど、ほとんどがディスプレイオンリー。ピコタン出してもらってる人とか見たので、まあそれ顧客かもしれないからわからないけど、そこのやり方としては基本的にはディスプレイオンリーで奥から出してくるっていうスタイルなのかなっていう風に、感じました。で、あと聞かれたのは下駄は興味あるとか言って聞かれたぐらいかな。パシフィックプレイスはそんな感じでした。で最後がコーズウェイベイのエルメスがすごい品揃えが豊富で、ディスプレイオンリーのものも一部あるんですけど、もう基本的には棚にバーって並んでて、下駄の黒白、あとエブリンの29のゴールドだったりとか、今回他の店舗でも見たストライプになってる、ピコタンの、ノワールかな、レザーの部分はノワールでしただったりとか、そのシェーヌ・ダンクルの、斜め掛けのバッグが白黒2色あったりとか、あとは、エールバッグのノワールだったりとか、あとはねトートバッグ、私これちょっと初めて見たんですけども、本当にパソコンもポンって入るような縦長のトートバッグ、ちょっと後で名前調べておきますだったりとか、あとねコンスタンス・トゥー・ゴーがあれね、オーストリッチかな、オーストリッチのイエローだったり、多分色はリモンチェロかなっていう感じの色が普通に買えるものとして置いてありました。であとはオファーされたのが、ピコタンは、ブラック、ノワールの22だったらあるよって言われたんですけど、ちょっと22は私そもそも大きくて、私の身長今160しかないので合わないかなっていうのもあって、多分あなたが探してるのは18だと思うけど、一応22だったらあるよっていう話はされました。で、それはお断りしてお店を出たんですけど、意外と大きかったのでかなり品揃えも豊富でした。で私がめちゃくちゃ大汗かいてて、暑くてもう速攻で水を持ってきてくれて、暑いでしょとりあえずこれを飲みなさいみたいな感じで、すごいね感じのいいなんて言うんだろう、 SA さんもすごい多かったです。私の体験談としてはこんな感じになっています。まとめなんですけど、以前の動画でも香港でエルパトしてる動画って出してるんですけど、その時って全然バッグ買えなかったんですよね。何回もエルメス香港って行ってるんですけど、私1回も買えたことがなくて、今回実は香港のエルメスでバッグ買うの初めてなんです。でもしかしてだけど結構ほらインスタだったりとかでも
香港が暑いとか、韓国が暑いとか、結構いろんな話聞いてはいたんですけど、香港のなんかそのルールが変わったのかなとか、ちょっとふと思ったりしました。っていうのが以前よりも断然買いやすくなってるので、でもあとはタイミングも絶対あると思うので、私が行ったタイミングでたまたまなかっただけかもしれないので、何とも言えないんですけど、今回はすごいすんなり変えてしまったので、あれなんかちょっと変わったのかなっていう感じは、印象としてあります。で、あともう一個思ったのが、だから結局、私セントラルの、エルメスで買ったんですけど、セントラルのエルメスって私一度も今までバッグオファーされたこともないし、あんまりいい思い出がなかったんですね。なので、今回行っても全然何にもないだろうなと思って、期待せずに行ったらまさかバッグが、ずっと欲しかったバッグが買えたっていうのは、結構なんか、結局 SA さん次第っていうのも絶対あると思うし、前回とまた違うなって思ったのが、今回普通に一元で行って、バーキンケリーだったりとか、もう普通にオファーがあったんですね。で、色はちょっと、なんて言うんだろうな、ベーシックカラーではないので、欲しくない人は全然欲しくないっていう感じだと思うんですけど、私、緑があんまり好きじゃなくて、で、緑以外のもしバーキンだったら欲しかったなっていうのはちょっと心の中ではあるんですけれど、今までって香港でこういう話、例えばそのワークバッグの話をすると、もうレジデント、その住んでる人でいっぱい待ってる人がいる中、それはちょっと厳しいっていう感じで、もうなんか門前払いに近い感じで、もう絶対香港はそういうワークバッグって買えないんだなっていうふうに思ってたんですね。ちょっと昔とはいろいろ事情が変わってるのかなっていうのはここでも感じました。観光客で買えてたの多分今までだと、ピコタンだったりとか、ミニエブリンだったりとか、それぐらいだったら多分観光客でも買えてたと思うんですけど、ワークバッグも可能性あるんだっていうのはちょっと新しい発見ではありました。バーキンとかケリーになったらもちろん課金は絶対必要だと思うんですけど、なんて言うんだろうな、いくら買ってねみたいな感じの提示がないんですね。で、香港のお店全体で言えることだと思うんですけど、なんて言うんだろう。欲しいものがもしあったら一緒に買ってねみたいな。もし、その別のものを買っても使わないんだったら意味がないから、もしあなたが欲しくて実際に使うものがあるんだったら、ぜひ一緒に買ってくださいっていうニュアンスの言い方をされたので、なんて言うんだろう、良心的っていうのが、なんかすごい、ちょっと他の国とはテンションが違うなっていうふうに思いました。さっき言ったようにピコタンも、じゃあこの額使ってねっていう話がなかったのと同様に、今回オファーがあった、バーキン25だったりとかも、あとコンスタンスミニだったりとかも、いくらっていう話が具体的に出てきてないので、実際にね、私がもし買っていたら、なんて言うんだろう、体験談としてこれぐらいの課金でしたっていう話ができるんですけど、そこの、なんて言うんだろう、決済まで通してないので、この額で、課金で買えましたっていう話は今回できないんですけど、でもチャンスはゼロではないのかなっていうのが今回分かったので、また次回以降も、せっかくだったら、香港来る機会があったら、エルメスまた行こうかなというふうに思っています。あとね、面白いなと思ったのが、いくつかね、探してるシルバージュエリーがあったので、それの在庫も聞いたんですけど、もう日本人の人が全部買ってっちゃったからないって言われて、なんでそんなに日本人の人は、シルバージュエリーが好きなのってすごい聞かれたぐらい、すごい人気だったらしくて、確かに日本で全然シェンダンクとかも買えないので、そういう意味で言うと、香港在庫があれば、シルバー系のアクセサリーだったりとかも、日本で探してる人がいたらもしかしたら穴場なのかなというふうに思ったりしました。香港は最初にお話した通り、5店舗あるんですね。で、プラス1店舗、空港にあるので、結構、このギュッとちっちゃくまとまった国の割には、1カ国でかなり回れる、店舗が多いので、エルパトしたいっていう人は、もしかしたらこれは結構、エルパトしやすい場所なのかなというふうに思ってます。で、プラス、マカオにも5店舗ぐらいエルメスがあって、それも、別の、以前の動画でちょっとだけご紹介してるんですけど、その時はそんなにね、今回みたいにがっつりエルパトしてなかったので、また機会があったらマカオの方にも行ってみたいなというふうに思ってます。なので、マカオと香港一緒に合わせると多分10店舗ぐらい回れると思うので、はい。香港、マカオ、
結構穴場なんじゃないかなと思ってます。他にも私香港、昔深セン、中国の深センに住んでたので、香港です多分200回以上来てるんですね。陸路ですけど。で結構他のVlog には香港のおすすめグルメだったりとか観光の情報とかも結構いろいろ紹介してる Vlog があるので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。香港のエルパト動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバイ。